こんばんは。北海道中央放送、11月1日のニュースです。本日、北海道の上富良野、八臼別、千歳などの複数の演習場で、日米両軍による大規模合同演習が始まりました。自衛隊とアメリカ軍が行う今回の合同演習には、陸、海、空の各部隊合わせて8500人が参加しており、複数の演習場を使用したものでは、過去最大規模の演習になります。この演習は極東地域の安全保障状況を踏まえ、同志あんこも今日は貴重な時間を割いてくれてありがとう。まあ呼ばれたら行かないといけない立場だからな。と申し遅れました。私ソビエト連邦参謀部所属の重ねてと申します。ソ連極東軍管区司令のアンコモンなのだ。で、本日はどのようなご用件で？今日はアンコモン司令に中央からの命令を伝えに来たぞ。ほう、もしかして最近の極東軍の再配備に関係するものなのかな？まあだいたいそんなところかな。まあ最近は中央の政情も伝わってこなかったと思ったら、いきなり極東に部隊を集結させたりと、中央の考えていることは理解できませんな。君には関係ないことだ。理解しなくていい。それとすでに今回の命令に関係する対象クラスの人を集めているから、とりあえずそこで話そう。あんだ、やけに用意周到だな。同志、最高司令部は最近日本とアメリカが行った演習が、局地的な挑発のための予行演習であると確信しているようだ。司令部は先ほど、日本国内の米軍基地と自衛隊の兵力に対する先制攻撃を許可した。こちらはボロディン大佐、今回の作戦を共にする同志だ。お会いできて光栄です。司令官同志。侵攻軍の第一波は多数の空挺部隊とキエフ級空母の支援を受ける海兵隊で構成されている。ボロディン大佐、ブリーフィングしてくれ。わかりました、同志。我々の空挺部隊と海兵隊は2つの攻撃ルートを選択できます。一つは定石通り北海道への進行を開始し、青森港を確保した後南下していく方法と、新潟県に奇襲上陸し、自衛隊の隙を突く方法が用意されています。最高司令部でまだ議論中であるため、それぞれの作戦の詳細は伝わっていませんが、詳細が届き次第、すぐにお知らせします。作戦が何であれ、我々は東京を速やかに確保し、日本の早期降伏を引き出すのが目標だ。同志の活躍を期待している。ちょっと待て、日本侵攻とか聞いてないぞ。そりゃ日本通の同志アンコモンにこの作戦を言ったら間違いなく反対するだろうしね。君にはあえてここまで伝えてこなかったんだよ。性格悪いな。ま、何はともあれもう進行準備を始めているんだから、君も準備を進めたまえ、同志アンコモン。まあ拒否しても別の人が司令官になるだけだが。仕方ないな。とりあえずは作戦計画案を決めていくか。それでいい。計画案の採決までは1日で決まるのか。同志アンコモン、日本侵攻計画の案が決まったぞ。今回は定石通りに北海道に侵攻後本州に進む作戦が採用されたぞ。大規模な空挺作戦か。滞る人将軍なし作戦だな。では会議で決まった日本侵攻作戦の詳細を説明していくぞ。よろしく頼む。まず先ほども言った通り、本作戦は大規模な空挺効果が計画されている。具体的に言えばウラジオストクから函館、苫小牧、新千歳空港、札幌、留萌、旭川に空挺効果を行う予定だ。そのうち函館と苫小牧、留萌には空挺効果成功後速やかにウラジオストクから後続部隊を投入。それぞれの港から旭川、新千歳空港に降下した空挺部隊の支援に向かわせる予定だ。さらに空だけでなく海からも強襲上陸を同時に行う。上陸地点は小樽市街地から墨箱にかけての一帯20キロにかけて上陸し、鉄道を確保し札幌の空挺部隊の支援に向かわせる。なるほどな。新千歳空港を確保できれば北海道上空の制空権も我々のものになるな。ただこの作戦にはでかい落とし穴があるぞ。制空権はまだしも、制海権はどうする？どうやって海上自衛隊を突破して小樽に上陸するんだもん。その点もすでに想定済みだ。まず海上自衛隊は先日行われた日米大規模演習で燃料や実弾を消費したばかりで備蓄が減っている。それに加えいくつかのソ連艦艇をオホーツク海や太平洋側に派遣。あえて水中ソナーで相手に探知されることで、日本側には千島から道東に進行するのか、サハリンより道北に進行するのかを分からなくさせて、海上自衛隊の戦力を分散させるのが狙いだ。分散させればウラジオストクからの一点突破で海はなんとかなると考えているわけか。さらに海戦と同時に電子攻撃を実行。敵レーダーを一時的に無効化させる予定だ。日本側は電子妨害に対して有効な対策手段を持っていないし、その点はかなり有効そうだな。よくわかったのだ。まあ中央の連中がこれで日本を攻めきれると思っているのがよくわかったのだ。これだけしてまだ不満があるのかな。たくさんある。まずは空挺効果についてだな。冬の北海道は天候が非常に悪い。空挺効果に適した天候の日なんて限られてくるのだもん。そして限られるということは自衛隊側に攻撃する日を悟られるぞ。さらに強襲上陸も問題がある。
中央の奴らは冬の日本海がどんなのかを知らないだろう。シベリア気団の影響で風速15から25メートルの北西風が吹きまくっている上に、海上では波高もどんなに低くとも3から4メートルになる。こんな状態で強襲上陸を行えるとでも？それだと強襲上陸での損耗率はどれくらいになる？ 1 割は確実に損耗するだろうな。下手したら強襲上陸部隊の半数が死ぬぞ。じゃあそれでやるんだ。部隊の半分が日本海で投資しても残りの半分で北海道の港を確保しろ。空挺効果も同じだ。多少の損耗は受け入れるように。じゃあ在日米軍はどうなる？日本に攻め込んだらアメリカが動くぞ。それについてもご安心を。事前の交渉でアメリカにはソ連の日本侵攻にしばらく目をつぶってもらう。アメリカは日本を裏切るのか？裏切るわけではない。ただしばらく目をつぶってもらうだけだ。アメリカもよくソ連の提案に乗ったものだな。日本はアメリカの最大の対外債権国。それに貿易摩擦で慢性的な赤字だ。アメリカは今回の戦争で日本に対する借りを帳消しにするつもりなんだろう。アメリカ最大の頭痛の元である日本と冷戦の敵国がぶつかって互いに国力を消耗すれば、アメリカにとってはこの上ない好機になりますな。その先は朝鮮戦争時の日本のようにアメリカが武器を輸出したり、日本の支援を材料に貿易交渉をするなり。まあどっちみち日本にとっては苦しい局面になるでしょうな。そしてアメリカが動かないこのチャンスをソ連は逃さない。今回の一連の北海道侵攻作戦の猶予は開戦より3週間だ。必ず3週間での北海道占領を成し遂げろ。むちゃくちゃ言うな。日本通の君だからこそできると信じている。同志アンコモンには期待しているよ。最後に一つ質問があるんだもん。なんだ？日本にはどんな理由で攻めるんだ？まさか理由もなしに攻めるわけないだろう。もちろんしっかり考えてあるとも。今回の日本侵攻、いや解放作戦の開戦自由は自衛隊のクーデターによる日本政府側からの治安維持要請を介入自由にするぞ。なるほど。日本政府側からの要請なら国際社会においても合法的な介入を主張できるな。まあすぐにソ連がでっち上げたものだとバレるだろうが。それでも国際社会に日本侵攻作戦と判明するまではソ連による平和維持活動と声高に発言できる。そしてこの開戦自由の最も優れている点が、国際社会がいくら侵攻だと騒いでも治安維持の線を完全に否定できない点にある。そうなれば国際社会が日本の支援を開始するまでには時間がかかるだろうな。さらに幸運なことに、現在の日本の首相は村山富市。確か村山は社会党出身だったな。現在の与党も自民党、社会党、新党先駆けの自社左政権か。この連立政権によって自衛隊内部や右派からは社会主義政権が成立する不安が上がっている。そうなれば自衛隊によるクーデターもリアリティを増すな。以上だ。他に何かあるか？いや大丈夫だ。それでは作戦開始前夜にまた会おう。やるしかないな。とりあえず戦闘機の配置はウラジオストクとイトウルップ島の2カ所から北海道上空の制空権を狙うか。多数の空挺部隊が北海道侵攻の準備を終えました。今回の作戦を支援するために多数の航空隊と追加の空挺部隊を増員することができます。また、少数の海兵隊の予断も準備しています。札幌を確保すれば追加の陸上戦力を展開できるでしょう。ただし、これだけは覚えておいてください。この案は東京との距離が遠すぎるため、戦線が固まれば終わりであることを。戦線が固まれば終わりだと？北海道を越えても東北で絶対に膠着するだろうな。まあ愚痴を言ってもダメか。とりあえず独立空挺連隊第106空挺師団を展開するぞ。消費する政治力は合計で40か。少しでも使い道を間違えると解放作戦が大きく遅れるな。さらに上陸後を見据えて第218施設の特殊任務部隊を入り、こいつらには札幌占領の際に観光庁とテレビ局の占領を担当してもらうんだもん。確かソ連極東艦隊は北海道周辺に展開するんだったよな。思い切ったことしやがる。わざと連戦を取りに相手を撹乱させるとはな。そろそろ頃合いだろう。すでに連戦は北海道を取り囲むように各海域に配備している。こちらもすでに電子攻撃を行っているぞ。さらに工作員によって日本国内でクーデターの風雪を流しておいた。11月17日の天気は曇り時々晴れ。現在風向は札幌近郊で南東より3メートル。日本海海上は10から15メートル。波高は4メートルの荒れ模様か。準備はできている。実行したまえ。はいはい。